つい先日引き渡しを受けたばっかりの新居へ帰宅すると、そこには地獄が待っていた。この状況を悲しいと思う人が多いのだろうが、私は違う。これから彼らに起こるだろう悲劇を思えば、心が躍り、今にもステップを踏んでしまいそうだった。私が結婚したのは1年半前のことだ。俊は取引先の営業部のエースで、私が働いていた会社に仕事で来た時に、私に一目惚れしたんだそうだ。その当時、恋愛には全く興味がなかった私は、どれだけアプローチされても、全くその気にはなれなかった。でも、あまりにもしつこく誘われ、しかも周りから、いい年なんだから少しくらい遊んでおいた方がいいよ、というアドバイスを受け、仕方なく休日のデートの誘いを受けた。結果的にはすごくいい経験ができたし、なんならこの人と恋愛してみてもいいのかもしれないと思えた。こうして何度かデートを重ね、私と俊は交際をスタートした。俊はものすごく女性慣れしている人で、私が今こうしてほしいなとか、こう言ってほしいなというのを敏感に察知する能力に優れていた。付き合っていくうちに、きっといろんな女性と付き合ってきたんだろうと思ってしまうような振る舞いだ。だが、その段階では何の不安も抱いていなかった。俊がそれだけ私一筋だというのを肌で感じられたし、何より少しでも時間があれば私と会いたいと言ってきていたから、浮気されるとか他に女がいるだなんて1ミリも心配していなかった。交際から2年が経ち、私が25歳になった日にプロポーズをされた。それこそ夜景が素敵なレストランで、ロマンチックな雰囲気の中、指輪を差し出されて結婚してくださいの一言。周りのお客さんたちも拍手喝采で、本当に雰囲気を作るのが上手だなぁと、断る理由もなく、迷わず首を縦に振っていた。こうして結婚生活が始まったわけだが、結婚後も特段生活を変えるということはしなかった。食生活も行動パターンもほとんど変えなかったし、何より仕事は絶対に辞める気はなかった。もちろん子供が生まれたら休暇は取るつもりだったけど、その後も仕事を辞めるという選択肢は全くなかった。そのことについて、俊と何度か喧嘩になることがあった。俺は結婚したら家にいてほしいんだよ。帰ってきたら家の電気がついてて、あったかいご飯があって、その上大好きな美里がいるなんて幸せじゃん？俺はそういう生活がしたいんだよ。でも私にだって譲れないものの一つや二つ存在する。私は仕事は辞めたくない。ずっと小さい頃から憧れてた仕事だし、何よりすごくやりがいを感じてるの。私だって帰ってきたら大好きな人がいる生活を幸せだとは思うよ。でもそれは仕事を辞めなきゃ叶えられない夢じゃないと思う。実際、私の方が遅く出勤して、俊よりも早く帰ってくるんだし、俊が帰ってくる頃には家にいるし、ご飯もできてるじゃん。小さい頃から口が達者だと言われてきた私は、どんな時でも俊を言いまかしてしまう。今までの恋愛の中で、それが原因で喧嘩になったり、別れる原因になったことも何度もあった。自分を変えようと努力はしてきたけど、やっぱり納得できないことには気分よく首を縦に振ることはできない。だからといって、俊との暮らしが楽しくなかったかと聞かれれば、そんなことはない。人並みに楽しいと思える心は残っているし、やっぱり好きな人と一緒にいられるというのは何にも代え難い幸せだった。比較的家事にも協力的で、自分でできることは自分でやってくれるし、俺がやろうかと言ってくれて助かる部分も多かった。自分自身を変えなきゃという思いもあったし、結婚してしばらく経つ頃には、だいぶ旬に合わせることもできるようになっていた。
ほとんど喧嘩をすることがなくなったのが結婚してから半年後。ちょうどその頃、私の妊娠が発覚した。もちろん私の両親も義両親もとても喜んでくれた。子供も生まれるんだし、あなたたちも家でも買ったらどう？義母からそう言われ、確かに持ち家があった方が楽にはなるだろうと思い、何軒も工務店を回り、自分たち好みの家を建てることを決めた。でも俊は妊娠にも家を建てることにもあまり興味がないようだった。間取りってどうしたらいいと思う？俊の希望があったら組み入れたいんだけど。ソファーに寝転がっている俊に尋ねてみたのだが、帰ってきたのは、別に何でもいいよ。美里の好きにしたら？というものだけ。確かに私の好きなようにさせてくれるのは助かるが、もう少し一緒に考えてほしいなという気持ちもあった。一人で住むわけではなく、俊や子供も一緒に暮らすことになる。私もだいぶつわりがひどくなり始めていた頃だったから、俊と何度も衝突してしまっていた。だから、美里の好きにすればいいじゃん。結局俺が何言ったって無駄だし。全部自分の好きにしたら？そう言い残して出て行ってしまうから、話し合うことすらできなかった。何を言っても無駄。実際私はそういう人間だったし、一人で生きていけると思っていたから。でも今は違う。俊を人として、パートナーとして信頼していた。だから妊娠が分かった時も素直に嬉しかったし、俊が望むなら仕事も辞めようかと考えていた時期だった。それなのに、今度は突然俊から突き放され、どうしたらいいかわからなくなってしまっていた。私がしてきたことを今度は俊からされているような、そんな寂しい気分だった。それでもお腹の中の子はどんどん大きくなるし、工務店とのやりとりは進めなければならなかった。つわりが収まってきた頃に新居の工事が始まった。建てる場所は俊の職場の近くで、それなりに大きい家を建てることになった。本当はもう少し小さい家でもよかったのだが、突然機嫌が良くなった俊が、こんな家がいい、あんな家がいい、と意見を言うようになったのだ。正直そんなに大きな家は必要ないんじゃないかとも思ったが、また俊の機嫌が悪くなるよりはいいかと、俊の意見を取り入れた立派な家を建てることになったのだ。しかし、その後のことはすべて私任せ。その上、会社でも昇給がかかった大事な出張が続くとかで、ほとんど家に帰ってくることがなくなってしまった。その段階で嫌なものを感じ取ってしまった。それが俊の浮気。しかも友人から目撃例が寄せられていた。私のお腹には子供がいる。俊との生活にも幸せを感じていた。もともと一人で生きていけるなんてバカなことを考えていた。そんな私を変えてくれたのが俊だった。今の私には一人で生きていく覚悟も力もない。しかし、もう悩んでいる暇はない。これだけ帰ってこないということは、浮気相手と一緒に過ごす時間の方が増えているということだろう。お腹の子はどんどん大きくなる一方なので、このままくよくよしていても仕方がない。私は文字通り重い腰を上げて行動を開始した。あっという間に月日は流れ、お腹の子は順調に大きくなり、臨月を迎えていた。仕事の方は産休をもらい、職場のみんなからは花束が贈られた。その足で向かう場所は新居ではなく、私が生まれ育った実家。ちょうど1ヶ月ほど前に新居の工事が終わって引き渡しを受けていた。荷物は俺が少しずつ運んでおくよ。美里は大変だろうから何もしなくていいからね。珍しく機嫌のいい俊が荷物の運び出しを引き受けてくれたので、私も心よくお願いした。
アパートの方の解約は任せたと言われていたので、荷物の運び出しが終わった段階で連絡が欲しいとだけ伝えておいた。俊はどうやら1週間の出張らしく、今はアパートにも新居の方にもいないはずだ。私が里帰りから戻るのもしばらく時間はかかるだろうし、その間に荷物を運び出してくれれば問題はない。私は大きくなったお腹を撫でながら、迎えに来てくれた母の車に乗り込んだ。実家での生活は快適だった。朝起きて母と一緒に朝食を作って、できることは自分でやるだけ。父も母も私をねぎらってくれるし、お腹の子も元気に動き回っているようだった。実家に里帰りしてから1ヶ月後、無事に元気な息子がこの世に誕生した。私の両親も義両親もお見舞いに来てくれた。代わる代わる息子を抱いては、かわいいねとか、よく頑張ったね、ありがとうと繰り返してくれた。それだけでも十分満足だったのだが、入院期間中に俊は一度もお見舞いに来なかった。理由は出張で忙しくてだった。義両親は私や両親に、こんな時くらい出張断ったらいいのに、本当に迷惑をかけるわね。と頭を下げてくれたが、私は俊が来ないことくらい分かっていた。メッセージで生まれたよという文とともに息子の眠っている姿を送ったが、お疲れ様という返信が来ただけだった。きっと浮気相手の女性と一緒にいるのだろう。もう傷つくことはない。分かりきっていたことだから。のんびりと里帰りを終え、息子との生活にも慣れてきたので、予定通りの日程で帰宅することになった。私は一人で初めての新居へ帰宅した。引き渡しをされてから初めての自宅は、確かに私好みの外観をしていた。ああ、もうここに住むことはないんだなぁ、と感慨深さが湧き上がってきた。鍵を開けて家の中に入ると、ふんわりといい匂いが漂ってきた。玄関には隠そうともしていない派手なヒール。私が新卒の頃に気合を入れるために履いていたものに似ていた。あえてただいまとは言わず、音を立てずに家に上がった。間取りは覚えている。私がメインで決めたから。いい匂いをさせているのはおそらくキッチンだから、ゆっくり音を立てずにドアを開けた。シュン、ちょうどよかった。これ持ってって。フライパンを振りながら可愛らしい声を出しているその人は、もはやこの家の構造を分かりきっているようだった。何を持って行ったらいいの？私が返答をすると、その人は飛び上がって振り返った。は？なんでいんの？なんでいんの？ではない。この家の住民であるべきなのは私なんだ。ユキ、どうした？リビングのドアが開き、俊が現れた。どうしたじゃないの。それはこっちのセリフだよ。私が俊の方を向いてそう言うと、俊は目を丸くして驚いていた。二人ともどうして私が帰ってくることをそんなに驚くんだろうか。もともとこの家は私の家でもあるのに。ひとまずさ、座って話そうよ。二人のことは気にせずにリビングに入り、初めて俊が荷物を運んだというそのインテリアを見た。どこをどう見てもアパートにあったものは一つもない。なんならソファーやラグ、全部私の好みではないものが置かれていた。それを見た瞬間に、この家は私のものではなくなっていることを感じた。まあ、そんなことはどうでもいい。私は淡々とテーブルに持ってきた書類を並べ始めた。お前、何しに来たんだよ。見りゃわかんだろ。さっさと帰れよ。俊が浮気相手のユキの肩を抱きながらリビングに戻ってきた。
よく見たら二人はお揃いのトレーナーを着ていて、なんだか肌寒さを感じた。とにかくさ、座ってよ。話さなきゃいけないことがたくさんあるんだから。しぶしぶという感じで椅子に座った二人。こっち側から見ていてもわかるくらいべったりくっついているのがわかる。なんなら右腕と左腕が重なっているから、もしかしたら手でもつないでいるのかもしれない。まあいい。とにかく話さないことには始まらない。とりあえずさ、浮気してたのは知ってたよ。妊娠が分かったくらいからだよね。やけに機嫌がいいからと思って調べ始めたのもその頃だったからね。1枚目の写真を出し、2人がまだぎこちない距離感で一緒に居酒屋に入っていく様子を見せた。2人は不機嫌そうにそれをチラ見していた。それから2枚目は手をつないでホテルに入っていく写真。3枚目は肩を抱いてスーパーに行く写真だった。どんどん親密になっていくのがわかるね。どうする？この写真いる？笑いが隠せなかった私は、どんどん写真を出しながらニコニコと問いかけてしまった。バカにしてんの？こうやって俺らの秘密暴いてるのが楽しいの？俊が写真を床にばらまきながら声を荒げた。バカにしてんのはどっちなの？妊娠してる妻を置いて、また別の会社の経理の子に声かけてさ、あんたの行動を誰も知らないとでも思ってた？みんな知ってたよ。こうやって調べなくても、みんながあんたの行動を送ってくれてたの。だから更新所に頼むときも楽だったよ。ゆきちゃんの会社名も割れてるしね。住んでるのもデートも近所。バカなの？俊の会社の人や私の同僚から送られてきたメッセージのスクリーンショットも見せると、二人はさすがに驚いたようだった。俊の行動を送ってくれるのと同時に、俊は昔から女性に対して飽きやすいということを教えてもらった。どうやら私にアプローチしまくっている時にも、実はちゃんとお付き合いしている女性がいたようだった。自分が浮気相手だったということにもショックを受けたが、当時の元カノの気持ちを考えると、私も悪者だったんだなと反省した。しかもその元カノも、今の浮気相手も、よく見れば私と似ている気がする。きっと俊のタイプは自分になびかない女性、そして気が強い女性なのだろう。あの手この手で自分のものにするのが好きなだけで、私のように懐柔できたら、その途端に興味がなくなって、次の人を探してきたのだろう。あっそう。だから何？俺はもう離婚する気しかないよ。このインテリアとかも全部ユキと俺の好みだし、お前が帰ってくる場所はもうここにはない。俊は偉そうに腕を組みながら私を見下してきたので、私も最後の書類をテーブルに置いた。うん、私もそのつもりだったよ。離婚してここから出てく。だから最後に慰謝料とか養育費とか全部書いてあるから確認してくれる？俊とユッキはその書類をざっと見た後にペンを取ってサインをした。別にいいよ。俺がユキの分の慰謝料も払うし。養育費一括でいいよな。俺は別にお前との子供に会うつもりもないし、離婚届ももう俺の分は書いてあるから持ってって提出しといてくれよ。立ち上がって引き出しから記入済みの離婚届を取り出して私の目の前に置いた。ありがとう。手間が省けて助かったよ。じゃあそこに書いてあること全部守ってね。そう言って立ち上がり、一度しか使っていない鍵を玄関に置いて家を出た。リビングからは、今日はお祝いだね、とか楽しそうな声が聞こえる。そう言っていられるのも今のうちだが、せめて少しでも楽しい気分を味わってもらいたいものだ。離婚届を提出して、慰謝料や養育費が振り込まれてから1ヶ月後、ブロックせずにいた俊から電話がかかってきた。
面倒だったので無視していたのだが、何度も何度もかかってくる。やっと寝かしつけた息子が起きるのは嫌だったので、電話に出ることにした。このローンの支払いどうなってんだよ。毎月20万だと？お前、これどうやって支払ってくつもりだったんだよ。どうやら初めてのローンの支払いの請求が届いたようだった。きっとそこにはローンの残債である5000万円という金額が記載されていることだろう。それもそのはずだ。あの家は二人で支払っていくつもりでローンを組んだし、立地だってかなりいい。しかもなかなかしっかりした大きな家なのだから。私にそのあたりのことを任せっきりにさせておいた俊も悪い。ゆきちゃんにも払ってもらったら？二人とも働いていれば何とか払っていけるでしょ？私がそう答えると、向こう側から何かを蹴り飛ばす音が聞こえた。ふざけんなよ。お前がこのローン組んだんだろ？お前の責任でもあるんだから払えよ。ゆきはもう仕事辞めてんだよ。必死にそう叫んでいるが、私にはもう関係ない。それは二人で決めた話でしょ？あなたたちが選んだ結果なんだから、しっかり自分たちで解決してね。まだ何かわめいていたようだったが、冷たく言い放って電話を切り、もう用済みだったので、連絡先をすべてブロックした。私は今、息子と二人でマンションを購入して暮らしている。実は私は本業の仕事とは別に、投資でも稼いでいたのだ。もう少し本業の方で経験を積んだら、投資一本で生きていこうと思っていたのだが、息子と一緒にいる時間を増やすために、そのまま会社を退職した。住んでいる場所にもとらわれず、旬にバレている実家ではなく、駅前のマンションを買ったのだ。慰謝料や養育費もあるし、息子と二人で余裕のある生活ができるだろう。旬の情報がたまに送られてきていたのだが、相手の女が会社に旬からひどい嫌がらせを受けていたという嘘をリークしたことで問題になり、会社を懲戒解雇になったという連絡以来、旬の動向について何も報告はない。一度だけあの家を見に行ったが、見事売り屋になっていた。売ったとしてもかなりの借金を背負っていることだろう。結婚し、息子と出会えたことは幸せだった。この浮気を許すこともできたが、きっと何度も同じことを繰り返されていただろうから、これでよかったのだろう。息子のすやすやと気持ちよく眠っている寝顔を見ながら、私一人でも絶対に幸せにすることを誓った。